いやもう人生やめたい。疲れた。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭い去れない欲望と苦悩に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそ。ということでね、今日は第11弾、反出生主義は正しいという話をね、第11弾まで来ましたね。まあ結論から申し上げて、そうですね、そもそもね、いろんな格差がありますね。金持ちや貧乏やね、能力、ルックス、ね、世代間、いろんな格差がありますね。格差があって、格差というものが拡大して大きい。それが一つ。そして二つ目にですよ。労働し続けなければ、大半の人はね、よほどの親ガチャ、国ガチャを引けてない、もう正直ね、人類80数億いる中で79億人ぐらいはもう働き続けないといけない。ね、働くという言葉が大嫌いなんでね、仕事という言葉が大嫌いなんでね、労働し続けなければいけないというね、これが人類の悲劇じゃないですか。そう。格差ってじゃあ解消できますかっていうことですよね。格差を解消するには社会主義的な動きとね、戦争が大切なことになってくるんですよね。戦争が起きればね、そう金持ちのストックが消滅しますんでね。しかしそれも現実的じゃないでしょ。そうなんですよ。格差があるのに生まれてこないといけない。で、生まれたところでね、大半の人は労働し続けないといけない。そうね、もう下手をすれば中学校を卒業したぐらいでも労働し続けないといけないみたいなね。大体中卒も高卒も大して変わらないですしね。大卒って言ったって22なわけで、23ぐらいなわけでね。そこからの人生長いですよ。おじさんはもう嘘はつきませんよ。これから死のうとするね、おじさんは嘘をつきません。そこから30年ぐらいね、労働してきたおじさんとしてはね、つまらないわけですよね。それで格差にね、日々格差に怒りに震えながらね、格差というものに対して怒りに震えながら拳を固めながらね、そう時にね、悲しみに打ちひしがられて首の骨が折れたぐらいの角度でね落ち込んでるわけですよね。もうこれもう生まれてこなければいいだけの話なんですよね。生まれてきて後ですよ。労働し続けなければならない。そしてね、この格差というものにね、日々見せつけられたりとかね、いろんな場面で差をつけられて、非常に悔しい思いをしながら生きていかなくちゃいけない地獄ですね。要するにね、もう労働をし続けて、格差によってね、いろいろな行動半径だったりね、やりたいこともできないみたいなことでね、もう奴隷ですよね。
地獄ですよ。もう生まれてくる意味がないですね。そう、生まれてくる意味がないんですよ。だって労働し続けるっていうことはもう時間と体力と気力を常に奪われる。もう1ミリも楽しくないんですね。いや、私もね、楽しく労働をしながらも楽しく生きられるんじゃないかなんていうね、妄想と実践というものをね、若い頃重ねていたこともあります。すべてが徒労に終わりましたね。徒労ですよ。ね、無駄です。そうね、そうね、金持ちたちね、富裕層のね家に生まれたらばね、そのお金を親から受け継いで運用するなりね、幸せな引きこもりになるなりね、なんなりすればね、余裕ですけど、それはもうね、生まれてよかったねって話でしょうけれども、大半の人はそうじゃないんですね。奴隷の中で自慢し合ってるわけですよね。転職がうまくいったとかね、株で儲けたとかね、独立してうまくいったとかね、そういうね、奴隷自慢はよしましょうよ。ね。目くそ鼻くそ50歩100歩なんて言うんでしょうね。そう。結構いいスタイルに生まれついたから結婚できたとか、そういうもうくだらない奴隷同士のなんて言うんでしょうね。くだらない格差自慢はやめましょう。もうね。そういうマウントの取り合いはやめましょう。そういう問題じゃないんですよ。もうそういう問題じゃない。根本的にそんないいことが少しはあろうともね、結局労働し続けないといけないね。そう、格差は広がるばかり、ね、戦争はなかなか起きてくれ。もう私なんかね、天才ネット軍師ですからもうね、戦争が起きればね、役に立つと思うんですけれどもね、誰も雇ってくれませんね。そう、自分で軍隊を持つしかないですね。こうなったらね、まず戦術レベルで実力を示していくしかないですね。悲しい。もうそんな暇もないんですから、そんなお金もないんですからね。そう、これどうしようもないんですよ。それぐらい格差っていうのは絶対的なんですね。現代においては特に平和になればなるほど特にね、もう正直なところね、日本だけじゃなくってアメリカだろうとドイツだろうとヨーロッパだろうとね、中国だろうとなんだろうとね、もう身分制度なんですよ。もうね、格差は決まりきってるんですよね。それを覆すっていうのはもう難しい。まだそんな暇はないんです。人生は短いですよ、皆さん。人生が短いというよりもあれですね、その言い方は間違ってますね。長いとか短いとかいう問題じゃないですね。なんていうのかな、そう、なんていうんだろう、その格差のね、下に生まれてしまえばね、その力をつけて、なんていうんでしょう、世の中を動かしていこうみたいな、そういう力を結集させて持つっていうこと自体、それ自体の力を持つ時間がもうないんですもん。だってあっという間ですよね。30年経ったら、じゃあなんて言うんでしょうね、例えばこの天才ネット軍師のネガティブマンがね、100人の兵隊を持てるかっていう話ですよね。いや、持てないんですよ、それは。だって時間がないんですからね。
自分としては労働し続けないといけないですから、もうね、金持ちの御曹司に生まれたのならばね、こう紙幣、私の兵と書いてね、紙幣を持つことは可能でしょ。ね、それでもって国家転覆を狙うっていうこともね、あるいは可能かもしれませんけれど、ないんですからね。そう、例えばそうですね。そう、例えば薬剤屋さんになったりとか、チンピラになってね、昔のあれですよね、項羽と劉邦とか三国志におけるね、ああいうチンピラになっていっぱい配下を持ってみたいなね。まあね、でもね、平和な時代にそんなことがね、なかなかうまくいきません。いや、何の話をね、脱線し続けましたけど、とにかく格差を覆すっていうことはすごいエネルギーがいって、時間もかかってお金もかかってね、そう、とてもじゃないですけど、底辺に生まれたらほぼほぼね、ということはもう、いろんな、なんて言うんだろうな。これはね、天才ネット軍師としてふざけた話を今しましたけれども、ふざけてない話としてね、なんかこう、己にいろんな才能が埋まっていても、あったとしても、それを世に出すという運動っていうものはですよ、様々な分野、ね、いろんな分野あります。いろんな分野ありますけれども、ね、それは力が必要になるんですね。その力を持つっていうこと自体がとてもね、もう底辺に生まれてはもうどうしようもないですね。よほどの運に恵まれない限り、ね、世に現れるということすら難しい。ね、よって反出生主義は正しいということです。ね、ごちゃごちゃ言ってきましたけど、大半の人にとってはね、人生は苦しいだけなんですね。ひたすらにずーっと労働が続くんですね。ずーっと労働が続くんですね。そう、労働と格差がある、もうこの2つの点をもってしてもね、人間は生まれてくるべきじゃないんですよ。全く公平じゃないんですから。全く公平じゃない。そう、公平じゃないってことですよね。好きなことなんか何一つできないわけですから、生まれたってしょうがないじゃないですか。そう、生まれたってしょうがないんですよ。労働と格差が激しいわけですから、それに気力体力全部奪われてしまうわけですからね。生まれたってしょうがないんですよ。ね。負の、なんて言うんでしょうね。奴隷の再生産を9割方しているだけなんですね、人類はね。奴隷の再生産を9割方しているだけ。無駄でしょ？無駄なんですよ。ね。もうどうしようもない、もうとんでもない幸運だったり、とんでもないなんていうのかな、スペックに恵まれない限りも、格差を跳ね返しようもないし、跳ね返しようもないのならば、ね、50、60、70、80とね、いつ死ぬか知りませんけれども、労働し続けるしかないんですよ。ね。喜びは少なく、労働し続けるしかない。ね。ね、そんな人生に意味がありますか、皆さん。ね、奴隷になるために生まれてくるような人生っていうのは、それは生まれてこない方がいいですよね。大体生きることはものすごく疲れる、めんどくさいことじゃないですか。なんかね、生まれてなんかね、なんだろう、年一で大名旅行ができたりとかね、なんでしょう、そうですね、そうね、
自分の好みの恋人が得られてね、そうみたいなね、車も自由に買い替えられてとかね、なんだろうな、家も持てて家族も持ててとかね、そう、奴隷だとしてもね、なんかそういう一年になんかそういう喜びみたいなものがたくさん詰まっている、みんながみんな詰まってるんだろうね。多少ね、面白いかもしれませんけれど、いや労働し続けるね、そう奴隷になるために生まれてきてるようなものなんですから、生まれることは良くないですよね。反出世主義はだから正しいんですよ。そうなんでしょうね。そうなんですよ。奴隷労働をし続けないといけない。そしてね、生まれる直前まで若ければいいですよ。まだね、なんかいろんな欲望が 100% 元気に行えるぐらいのね、力があるんならいいですけれども、私なんてもう最近ね、日課にしているストレッチですらね、あちこちストレッチのために痛くなるみたいなね。そう老いですよね。生老病死って言うじゃないですか。死ぬまで奴隷労働しないといけないね。格差を跳ね返すこともできない。一代ではね、もうね、身分は固定されていて、それであれよあれよと老いていくわけですね。おじさんおばさんになって老人になっていくわけです。しかもその間ね、コロナもありましたけども、いろんな流行り病とかにねかかったりとかして、今ねはしかが流行ってたりとかね、トコジラミが流行ってたりしますけれどもね、不愉快な虫に刺されたりとかねするわけじゃないですかね。そうこの間の金土日月ぐらいのね、とんでもない花粉の大量でね、私もね、動画のクオリティが著しく下がりました。史上最悪のチャンネルなんでね、動画のクオリティはゼロですけれどもね、マイナスぐらいですけれどもね、それはいいんですけどね、花粉に苦しまされたりね、なんていうのかな、人生はつまらない上にめんどくさい上に老いていって惨めにねなっていく。で疲れるでしょ。それで病気にもかかるでしょ。ね。そうなんですよ。だから反出世主義は正しいですね。そのくせあれじゃないですか。安楽死制度もないわけでしょ。今もう安楽死するにはものすごい面倒なことになるわけじゃないですか。カナダみたいなフランクなね安楽死が今流行りそうですけれども、それに対する批判はまた世論として大きいわけですね。精神的に辛くっても死ねるんならいいじゃないですかね。もう辛いですよ。私も日々辛いです。精神的にも辛いです。そうね。これお金持ちでね生まれてね、お金持ちに生まれていればね、くだらない世襲議員に生まれていればね、こうビキニのお姉ちゃんに口移しでチップをやってねガハハガハハと笑っていられたら、それはね素晴らしい楽しそうでいいですけれどもね、全く楽しくないです。そう日々がね、そもそもね奴隷労働がもう嫌でしょうがないですけれど、もう日々がつまらないですよね。
そうつまらない。やりたいこと全然できてませんからね、そもそもね。やりたいことね、昔大人たちに言われましたよ。大人になってら好きにやればいいじゃないかとね。今ちょっと苦労するかもしれないけれどね、大きくなったら、大人になったら自由だぞ。ネガティブマン自由だぞ。好きにやればいいじゃないか。何でもできるぞ。で嘘をつかれましてね。全然嘘ですよね。そう。全然嘘なんですよ。エリートならエリートで、ね、労働は辛いし、私みたいな底辺なら底辺でまたね、辛いし、そう。大体この国はなんかこう辛い仕事、この国だけじゃない世界において人間に本当に必要なインフラだったりね、本当に必要な整備だったりとかね、命に関わることだったりみたいな仕事が低賃金でやるっていうのがもうそこがもうすでにおかしいじゃないですか。私たちはね、結局富裕層にむしられて搾取されているっていうと、なんか共産主義か社会主義かって言われますけれども、いや現実としてそうなんだからさって話ですよね。現実としてそうなんだからさ、嘘じゃないんだもん。実際低いんだもん。そういう人たちこそ恵まれていなければおかしいのにね。もうそういうね、もうね、世の中間違ってるっていうのはなんかね、いやお前が間違ってるんだよと、ね、お前の人生が終わってるんだよなんて言われますけど、いや違うな、違う。本当に間違ってるんだもん。私たちは富裕層が贅沢をするためにね、奴隷労働してるんじゃないんですよ。だから格差っていうのはもうギュッと圧縮しないといけないんです。本当はね。そう全然できないでしょ。そして頭の弱い人たちは僕が大嫌いな宗教に逃げたりとかしてね、死後の世界の幸せを祈る、死後の世界の幸せを祈るぐらいなら、この世界を滅ぼしてね、人類みんなが生まれないことが正しいんじゃないかっていうね、その真実にまず気づこうよって話ですよね。生まれてこなければいいわけじゃないですか。公平じゃない社会なんですからね。もうこれはもうね、復讐なり革命なりを起こすべきですけれどもね、もういろんな戦争や革命が起きてきましたけど、結局平和になったらね、身分が固定されて、結局平和な世界においては9割の人は奴隷労働をし続けるというね、もう人類はもうね、破綻してるんです。人類は破綻している。ね。そう、人類は破綻しているからこそ、間違っている、とんでもなくいびつな世界だからこそ、格差がね、是正されもしないし、労働は死ぬまで続くわけですよ。ね。で、生産性とか言われてね。生産性もクソもないじゃないですかね。好きで生まれてきたわけじゃないんですから、もうね。そういうこと言うとスピリチュアルのやね、僕の大嫌いな宗教家たちはね、反論しますけれどもね。もうね、一人一人ね、こうプチプチね、反論して潰してやりたいですよね。まあということでね、反出世主義は正しい。もう間違いなく正しいですよ。もうね、我々は結局神の存在は認めるけれども、我々は結局実験動物のようにね、生まれてきては奴隷労働を強いられね、そう格差が拡大する中でね、そう惨めに死んでいくだけの生き物なんですね。もう反出生主義を推し進めてね、人口が200人ぐらいになるまでね、なんとかね、頑張っていきましょう。反出生主義を広めましょう。
というね、めちゃくちゃな話を今日もしましたけれども、なんとかね、反出世主義は正しいんじゃねえのかな。ね、この憎しみ、このネガティブマンの憎しみはちょっと本物じゃねえかなって思ってくれたら幸いです。反出世主義は正しい。間違いないです。本当に。たっぷりとした自信があります。ではまたお会いいたしましょう。ネガティブマンでした。